んにちは、アゴヒゲバイクチャンネルです。今日はですね、ボンネビル T120 のインプレッションをちょっとしたいなと思います。至極のコロッケ、衣を着たステーキ。実は今日ですね、この T120 の納車して1ヶ月の初回点検だったんですけど、その初回点検を受けるにあたって、最低でも400キロは走ってくださいねって言われていて、トータルでイラーに着くまででだいたい530キロぐらいまで走ったのかな。で、その間に、山道とか、高速とかも乗ったりして、こう、一通りフィーリングみたいのがつかめてきたので、乗って500キロのインプレッションですね、お伝えしていこうかなと思います。ボンネビル T120 ですね、検討中の方の参考になると思うので、ぜひ最後までご覧ください。こけしで、レベルの時みたいに、いいところ3つと、ちょっとね、気になるところ3つっていう形でお伝えしていこうかなと思います。はい。では、早速行ってみましょう。まず1つ目ですね。1つ目がね、所有感がすごい。車体紹介のところでも、ちょっとね、お話ししたんですけど、やっぱりね、細部、パーツの細かいところのこだわりですね。がね、すごいんですよ、やっぱり。私、前乗ってたのがレブルで、レブルのエンジンってね、見た目はね、そんなにこう、装飾に気を使ってるわけではないじゃないですか、エンジン周りね、特に。この T120 は、インジェクションなんですけど、キャブ車風に仕上げていて、で、かつね、この水冷なんですけど、ラジエーターなんかもこう目立たないように縦型にしてね、エンジンの間にこうスポットを収めてると。エンジンの間？そういうこだわりのあるものって、バイクに限らずですけど、こう持ってるとね、所有感っていうか、所有欲がすごい満たされますよね。で、私、1台目がレブルっていうのもあって、そのメッキのパーツをね、使ってるバイクってね、結構憧れというか、バイクらしいバイクだなっていう感じがするので、そういう点も惹かれたところですね。なので、T100 じゃなくて T120 を選んだんですけど、こう、こだわりの一品みたいのを持ってる感じがしてね、すごい満たされてます。なのでね、ガレージでね、バイクに乗らなくても、もう見てるだけで楽しめるみたいなね、そういうところがあるバイクだなと思いました。2つ目ですね。2つ目は、走りの余裕が全然違いますね。もうトライアンフ乗るまで、その 250cc 乗ってたからだとは思うんですけど、その発進時のトルクだったりとか、あとは加速、大型だなっていう感じですよね。重量もね、結構あるんですけど、意外とこう、ワインディングとかでもキラキラ曲がれたりするので、扱いやすい。なんかね、大型ってちょっと怖いな、みたいなイメージもありましたけど、全然そんなことはなくて、こうね、アクセルちょっとひねっちゃうと大暴れみたいな感じでもないんですよね。すごい、乗りやすいです。前ね、単気筒だったので振動がすごかったんですけど、やっぱさすがに2気筒になると、手が痺れるような振動って、全然ないですね。で、その痺れはないんだけど、やっぱちゃんとパルス感というか、こう、ドコドコしてる感じ、バーチカルツインのね、ドドドドドドドっていうのは感じるので、やっぱりこう、エンジンのバイクに乗ってるなっていう感じは、ちゃんとありますよね。それがね、すごいいいですね。なのでね、走りに関してはかなり満足してますね。お前ちょっとね、見た目に惹かれて買ったみたいなところもありましたけど、だから、どこ行っても乗りやすいのかなって思いました。で、次ですね。次3つ目。3つ目は、今下道の話しましたけど、高速がね、すごい乗りやすいんですよ、これ。ほぼね、4速か、5速か、5速でずっと走れるような感じですね。もうね、6速使わねえんじゃねえかってぐらい。で、加速もすごい力強いので、なんかこうね、車乗ってるみたいな感じですよね。合流とか追い越しなんかでも全然こう、なんだろう。レベルの時はね、やっぱ追い越しする時ってね、さあ行くぞみたいな。もうね、結構な距離必要になるので、追い越しね、結構大変だったんですよね、レベルだと。なんですけど、やっぱ 1200cc ともなるとね、その辺は全然ないですね。あとね、特に気に入ったのが、その、クルーズコントロール。これすごいいいですね。めちゃくちゃ楽。ボタン一つ押すだけなので、このね、車のクルコンみたいにいろいろ設定したりはできないんですけど、逆にその方がシンプルでね、操作はしやすいですね。やっぱりこう細かい調整しなくていいっていうのはね、結構楽ですね。ずーっと走ってる時って。
じゃあ、いいところ3つ、まずはお伝えしました。ちょっとね、他にもね、いろいろいいところあるんだけど、乗ってね、最初に感じたのはその3つです。で、次ね、悪いところっていうか、ここちょっと、あれだなっていうのが3つあります。で、1つ目がね、重さ。これがね、結構ね、重いですね。その車体を起こしたりするときはね、全然、そんななんか重いなって感じないんだけど、やっぱりね、転がすとき、取り回しのときがね、すごい大変というかね、やっぱね、重いなって感じることが多いですね。でね、私の家、ガレージに入れてるんですけど、そのすぐ外がね、土芝みたいになってるんですよ。真っ平らじゃなくて、ちょっとボコボコしてるので、レベルの時はね、全然その辺は余裕だったんだけど、なんかね、T120 はね、そこすごい大変ですね。もうね、何度かこう、こけそうにというかね、車体に倒しそうになったことがあって、やっぱね、ちょっとね、滑っちゃうと、こう、持ち直すのが大変ですね。レベルとかだと、車体軽いっていうのもあって、割とね、どこでもこう、入っていけるんですよ。で、なんかね、行き止まりでもクイクイっと動かして方向転換すりゃいいんですけど、T120 はね、ちょっとね、躊躇しますね。ちょっと消極的になるかなとかありますね。重さによって。悪いところ2つ目なんですけど、2つ目がね、価格。オプションパーツが高い。これね、ちょっとね、びっくりしました。カスタムパーツ何つけたっていう動画でちょっとお話ししたんですけど、ね、一般的な価格のね、大体倍ぐらいしますね。で、車体もね、高いっちゃ高いんだけど、オプションパーツが特に高いなと思いました。オプションもね、サイドバックが1個4万5千円、5万円ぐらいしたりとか、そのバックつけるステーだけで片側で1万5千円。で、最後3つ目。3つ目の悪いところ。3つ目の悪いところは、高速道路がね、厳しい。ちょっとね、いいところと相反する感じなんですけど、何が厳しいかっていうとね、風。これね、めちゃくちゃね、風受けるんですよね。なんでかわかんないんだけどね、レベルよりね、受ける気がすんの。レベルはちっちゃいね、カウルついてるんですけど、あれが効いてんのかわかんないんだけどね、レベルよりも、T120 の方が、走行風の当たりがね、すっごい強い気がしますね。ギリ80か90ぐらいまでなら頑張れるんだけど、今冬ってのもあって、ちょっとね、100キロ超えてくるとね、風強いのと寒いので、ちょっとね、大変ですね。で、ウィンドスクリーン、その風防をつけるっていう選択肢もあるんですけど、私はどっちかっていうとこの今の見た目が気に入ってるので、あんまりね、こうスクリーンつけたくないなと思ってるんですよね。なので、その高速ですごいパワーがあって、クルコンついてて、すごい高速道路向きだとは思うんだけど、風はね、いかんせん激しいですよ。風で疲れることが多いですね。その走ってて振動だなんだとか、加速が足りないとかね、そういうので疲れることはないんですけど、とにかく風ですね。ゆっくり走るのがいいのかなと思うんですけどね。いいところと悪いところそれぞれ3つずつお話ししましたけど、今感じてるのは、ロンツーしたくなる、長い距離走りたくなるバイクだなと思いましたね。こうやってね、ドドドドドドって言わせながら、景色をゆっくり見て走るのが、最高に楽しいバイクだなと思いました。はい。というわけで、いいところと悪いところそれぞれ、3つずつお話ししました。この動画気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンしていただけると、今後の動画制作の励みになるので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。